には俺数々の家の壁破壊。スティーブンス・シルバーグからのこのままでは室内が屋外になってしまうというありがたいお言葉を受け、新たな対策がついに実現。どうも、寿司ラーメンのリクです。記念すべき倉庫一発目の動画を撮るにあたってね、俺一体何になりたいんだろうなって考えてみたんですけど、今日はですね、この指先でちょんってやるとものすごい破壊力を生み出すっていう装置を作って、それでスイカを爆裂させるっていう動画をね、世界に配信することによって、もうスイカの業界からはめちゃくちゃ恐れられる大人間に、ね、なっていこうと思います。ある人は言いました。指先でスイカが爆裂するわけがない。最低限指の腹とか指全体とかはあり得ても、指先だけはあり得ない。指先だけは筋トレとかもう何もしようがない。あんた部屋の机の上汚いくせに。寿司ラーメンは言いました。いや、机の上関係なくね。ある人は言いました。てかスイカさんがかわいそうです。あなたはスイカの気持ち考えたことがあるんですか？だいたいスイカ割るためにそんなに動けるのなら、そのエネルギーでいい加減自分の机の上ぐらい掃除したらどうですか？洗濯物とかも畳まないから靴下がいつになっても揃わないんじゃないんですか？部屋の掃除ぐらいしたらどうですか？そんなんじゃお母さん将来が心配です。明日学校あるんでしょ？あんた早く寝なさいよ、もう10時ですよ。家の掃除ぐらいしたらどうですか？寿司ラーは答えました。うるさい。話の中でさりげなく机の上の掃除から部屋の掃除、家の掃除へとだんだんグレードアップさせてくるのをやめて。そびえ立ちすぎ。こう投げ見てください。怖って投げ。あとはねって押せばこの棒がもうバチンと倒れて、スイカさんをねこっぱみじんにして差し上げる。めちゃくちゃ天井に突き刺さっとる。あいつあんな息がってたのに指先で全然倒せてなかった。視聴者の皆様見ましたか？今の余裕すぎて俺は今こう見えてふっかふかのそばに一番楽な姿勢でくつろぎながらトイストーリーの新作を見ています。スイカは言いました。ケツの青いガキが指先で爆発させる。私を爆裂させたければ1000度の塩でも持ってくるんだな。3、2、1。ちょっと待ちなさいよ。ちょっと違うでしょ。指先って言ってたでしょ、さっきまで。急に本当に持ってくんのやめなさい。まずね、指先であんなに大きな棒を倒せるわけないんだよ。だいたいね、まず君はもう大学生なんだから部屋の掃除をしなさい。寿司ラーは答えました。いや、どんだけみんな俺の部屋掃除させてんねんで。噛んでるけどね。まあ、噛んじゃってんだ。じゃあですね、完成したんですが、ここのドミノの最初をここポチッと押しますと、だんだんねドミノがでっかくなっていくんですよ。でここで1回ね急激にでっかくなります。でその急激にでっかくなったやつがこの紐を押すとこっちにあります、もうさらに急激にでかくなった板を押して倒します。そうするとさらにもう急激にでかくなりすぎた板が倒れて、そしたら最後にもう成長を止めることを知らないこちらの6メートルの柱があちらにいらっしゃいますスイカに直撃するというそういう仕組みになっております。トイストーリー4面白かった。いや緊張する。じゃあ行きまーす。
お前ちゃんと食べれ。失礼します。